皆さんこんにちは、こんばんは、てしもです。個人ヒーリングとクリスタルセットを扱っているオンラインストア、てしもヒーリングもよろしくお願いします。皆さんこの1週間本当にお疲れ様でした。本当に暑いし、それだけじゃなくなぜか普段と違うような大変なことがいろいろ起きて、ちょっと私もいろいろあって、起きちゃって大変だったんですけど、必死で耐えてる方も多いんじゃないかと感じたんですが、こんな言葉は、本当に薄っぺらく感じるかもしれませんが、絶対にずっとそれが続くわけではないですから、必ず状況は変わります。それから、起きてくることに対して自分がネガティブなことを考えたから、そのせいで起きたとか、魂の器が小さいんじゃないかとか、そんなこと絶対ないですから、自分を責める必要はないです。ネガティブなことってしばらく考えたくらいで実現なんてしませんし、だって私なんてもしネガティブな思考が実現するなら、とっくにこの世にいないと思いますし、本当に全然大丈夫ですからね。それよりもこういうことを考えている、悲しいと感じている、すごく辛い、苦しいということをせめて自分には正直にそう感じることを許してください。よくクリスタルが教えてくれることなんですが、クリスタルたちはいろんなエネルギーを使って成長していて、その中には地球や人間の悲しみや怒りとか辛さっていうエネルギーもあるんです。でもそれらはただ単にそういう悲しみとか怒りとか人がつけたラベルがついているだけで悪ではなくて、そういうものを吸収してもあんなに美しいクリスタルがどんどんできているんですね。でもちろんそういう悲しみや苦しみがあるのは人間にとっては辛い状態なので、できるだけ取り除いていけるようにヒーリングを行っていますが、そういうものを持っていることを責めたりしなくて大丈夫です。私が今までヒーリングを約1年間毎週してきて、毎回終わりに感じるのは、皆さんの信じられないほどの優しさと純粋さと、一人一人から宇宙にまで広がる神々しいエネルギーです。軽くて穏やかで楽しそうで生き生きとしています。これははっきりと何度も見てきたから、絶対にそうだって自信を持って言えます。個人のヒーリングでも必ずそういった部分と個性あふれるその方だけの特別な部分が必ずあって驚かされます。それが現実にまだ出てきていないとしたら、クリスタルヒーラーとしては新米の私の力不足かもしれませんが、もっと上達して皆さんの最高の姿を出せるようにしていきたいですし、癒しは実はヒーラーではなくてご自身が起こしているので、今まで一度でも何かに癒されたなって思ったことがある方は、自分に癒しを起こす力があるからなんですね。そういう力がちゃんと備わっているから大丈夫だって安心していただければと思います。今回使うクリスタルはフルグライトという雷によって自然に作られたガラスの管です。全然ガラスに見えないと思うんですが、実際薄いガラスでできたような持ち心地です。で、雷は瞬間的に太陽の表面温度を超えるような熱を発して膨大なエネルギーが放出されています。それがフルグライトができる時に起こる現象です。ヒーリングではまさにそれを感じさせるようなエネルギーの放出が行われて、一瞬でできたフルグライトのように突然の変容をもたらします。このフルグライトは高次元の目的の具現化、強烈な浄化、突然の覚醒をもたらします。覚醒というのは目が覚めて眠れなくなるということではなく、より本来の魂の姿を表現して生きられるよう、一気に変化が起こるということです。むしろヒーリングエネルギーを受け取って変化が起こり始めると、とっても眠くなります。今回は最初に注意事項をお話ししておきたくて、実はもう本番のヒーリングはかなり前に終わっています。今からこのまま受けてもいい方と少し注意しながら受けていただきたい方、それぞれについて話しますので参考にしてください。まずこのまま受けてもいい方は、今の心身の状態が通常の範囲の方です。少し波があって、泣いたり辛いなって思ったりすることがあっても、この際に本来の最高の自分に戻る、覚醒してみたいな、徹底的に浄化してみたいっていう方は、ぜひぜひ受けてみてください。これからより
目覚めていくべき部分がしっかりと浄化されます。それが例えば直感力やサイキックな能力をもっと出した方が本来の自分に近い方でしたら、そういう能力が出てきたり、霊気のアチューメントのように自分にエネルギーが通る管ができたのを感じる方もいらっしゃると思います。フルグライトのエネルギーはすぐに現実に反映されますから、私個人的には一時的に好転反応がきつかったけど、本当にやってよかったです。次に今回注意しながら受けてほしい方は、今特に心身の状態が辛い方です。その状態が一時的に強くなったりするので、一旦最近行った他のヒーリングとかアナンダライトのヒーリング、アメジストのヒーリング、もしくは他に気に入っている方法があれば、それを行って落ち着いてから受けてください。それかですね、今日はまずこの後のクリスタルの祈りの部分だけ行って、次にヒーリング本編を1日10分ずつに分けて流して、大丈夫そうなら全編通して受けるなど、様子を見ながら受けてみてください。正直結構強烈です。まずこのフルグライトを使うと決めてから長年抱えてきた自分の家族の問題がもう現実に吹き出しまくりました。その問題が私の場合は怒りになって現れて、最初は制御できなくてすごい辛かったです。それから自分に行ったフルグライトのテストの波動がもうかなり強烈で、体感はもうぐぬぬぬぬってうなるほど奇妙な感じで、頭蓋骨に穴を開けられてるような感覚とか、ちょっと気持ち悪かったですし、前後で不安感や雑念もマックスになって大変で、終わってから、その現実で今まで抱えてきた子供の頃からの家族への苦しみが動いて、何十年分ぐらい泣いたりとか、すごい変化がありました。ちょっとね、まだ自分の中で整理できてないので、まだ詳しく話せないんですけれども、いい変化がありました。で、本当に突然覚醒したというか、そういう変化が起こったんです。ただ、妹に行ったテストヒーリングでは、そういう波動の気持ち悪さはなかったそうで、眠かったみたいなので、遠隔だったら波動の不快感はそこまでないのかなと思います。これから流れる本番のヒーリングでは、最初は特に大きな反応はなくて、ただただ雑念の砂嵐みたいなものを感じましたが、しばらくするとハートチャクラが火に包まれて、炎に包まれて、何度も燃えて新しくなってというのを繰り返して大きく反応してました。そこからはエネルギーが入るのが急に早くなって、まるであなた様がフルグライトのような管を体の中心に持っているような、本当にヒーラーになるアチューメントを受けた時のことを思い出したんですが、そういうビジョンが見えました。最後はヒーリングをしている私も眠くて、もう気絶しそうなくらいでした。以前にモルダバイトのヒーリング動画を投稿しましたが、一気に変化を起こす点ではモルダバイトに一番近くて、もっと強烈だと思います。今回試しに一番反応のあった部分にタイムスタンプをつけておきましたので、より積極的に受けたい方はヒーリングの冒頭かそのタイムスタンプの部分の画面をぼーっとでもいいので見ながら受けると、より強烈に波動が入るかもしれません。もちろん画面を見ないで流しても大丈夫です。無理のない範囲で試してみてください。念のため今回いろいろ注意することを話してしまいましたが、皆さんへのヒーリングでは波動が不快にならないように注意してますし、最初に落ち着けるように岩塩を使ってしっかり浄化もしていますので、大丈夫そうであればぜひぜひ受けてみてください。そしてフルグライトはとっても強力な祈りを増幅する装置でもあるので、これからいつものクリスタルの呼吸の代わりにフルグライトを使った祈りを誘導瞑想でやってみましょう。今日はヒーリングを受けない方もよかったらこの部分は一緒にやってみてください。これからここにフルグライトを移します。フルグライトは自分と工事の世界をつなげ、共鳴させます。その力を使って祈りや意図を具現化してみましょう。楽な姿勢で深く静かな呼吸を始めてください。
先ほどお話しした優しさと純粋さと地球から宇宙にまで広がる神々しいエネルギーを持った自分の姿をイメージしてみましょう。あなた様は軽やかで穏やかで楽しそうで生き生きとしています。自分のシルエットが光り輝いているところをイメージするだけでもいいです。そのイメージができたら、その輝くあなた様のままでフルグライトの穴に息を吹きかけて、あなた様の光と愛を流してみましょう。その光と愛は雲の中に戻って、まるでその吹きかけた息への返事のように具現化のエネルギーとなってあなた様の人生を活性化させ、現実の世界にも今イメージした生き生きしたあなた様が現れます。しばらくその様子を想像してみましょう。このヒーリング動画のエネルギーは信じていても信じていなくても同意があればあなた様に最善の状態に調整され、心を軽くあなた様にもともとある愛や力を感じて生きていけるように確実に助けてくれます。私は私のエネルギーを使うのではなく、宇宙高次元からの光のエネルギーを流す管になって、クリスタルのパワーと組み合わせてあなた様にエネルギーを流します。ヒーリング中に流れるエネルギーに私個人の気などが反映されることはありませんし、技術的にもできません。純粋なクリスタルと宇宙からのエネルギーを楽しんでいただけたら嬉しいです。ヒーリング中は眠ってしまっても大丈夫です。ヨガや瞑想の BGM としてもおすすめです。他のことをしていても大丈夫ですが、リラックスして流してください。最後の画面のカード3択もよかったらご覧ください。それではあなた様のヒーリングを始めます。